ごきげんよう、犬小屋犬ポーチです。先日公開いたしました木製蒸気モンスターボールを作るという動画、たくさんのご視聴ありがとうございます。今回は木製蒸気モンスターボール量産計画第2弾ということで、ヘビーボール、メガトンボール、ギガトンボールを作ってまいります。それでは最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ちなみに画面下の CC ボタンというのを押していただくと字幕付きでお楽しみいただけますので、ぜひポチッとしてみてくださいね。まず最初にこちらボングリです。表面を軽くやすりながらちょっとお話ししましょうか。今回ですが、このヘビーボールシリーズを制作していく上で一番手間がかかりそうだなと考えているのがこの耳です。本動画では便宜上これを耳と呼びます。ご了承ください。まずはこの耳から作っていきましょう。そしてその後本体の塗装に移ります。何色も重ねていくので結構骨が折れそうです。それが終わったら各パーツを合体させていくという流れになります。よろしくお願いします。表面処理はこんなもんで。耳、とりあえずこいつのサイズを測っていきましょう。ベースに使っているのは以前作ったモンスターボールの設計図です。気になる方はリンクからご覧になってみてください。ゲーム内の画像を元に無理やりサイズを算出してみました。直径 28.7mm、 水色の部分ですね。見たところ完全な半円よりやや削れた形をしているようです。再現できるか微妙ですが一応覚えておきましょう。耳の周りに一周ついている線も採寸します。ざっくり線が 1mm で耳までの距離が 2mm ですかね。採寸はとりあえず完了です。100均おもちゃ、これねすごいんですよ。2通りの遊びができるみたいで、まずスポンジでできた玉を詰めてビューンって違うんですわ。このボールに用があるんですわ。100均を隅々まで探し回って見つけました。見てください。なんとほぼぴったり 28.7mm。 実物は半円より小さいというお話をしましたが、あまりにもちょうどいいのでこれで作ることにします。ということでカッターでボールを半分に切ります。ちょっと乗せてみましょうか。いいですね。完成イメージ大事です。ちなみにおもちゃ本体は娘氏と一緒に楽しく遊びました。めでたしめでたし。カットしたボールの中をレジンで埋めます。理由としてはこの後シリコンで型取りをするときに浮いてしまうのを防ぐためです。夏の直射日光を当てるとものの10秒でカッチカチ。紫外線の威力を確かめたところで、皆様紫外線対策はしっかりしましょうということで、複製の下準備ができました。複製に移ります。紙コップの底に両面テープを敷き、今の半円を固定します。シリコンの A 剤と B 剤を測ったらしっかり混ぜます。忘れずに剥離剤を拭いて、そこにシリコンを流し込みます。夏は固まるのが早いので気泡が入らないよう要注意です。あと小さいパーツには紙コップが楽ちんでおすすめですよ。水平な場所に置いて一晩おやすみなさいと言いつつ、3時間で硬化したので取り出します。夏はやっぱり硬化早い。気泡抜けてればいいんですが、大丈夫かな。耳の型が完成。続いてレジン行きましょう。これですね、本当は軽量化のために中を空洞にしたかったんですけれど、これだとうまくレジンが固まらず断念しました。この後もいろいろ試して最終的に編み出したのがこちらの方法。レジンを薄く流しては固め、流しては固めを繰り返すさながら手動積層 3D プリンターといったところでしょうかね。レジンも直射日光でめちゃくちゃ熱くなるのでマジでおすすめしませんこれ。はい、こんなことをあと5回繰り返します。なんとか6個できたところで内側を削ってボール本体にフィットさせます。この作業で最終的に半円より若干削れた形にできたので結果オーライですかね。ちなみに散っていったあまたの耳たちよ、ありがとう。ここでマスキング用のシートをカットしておきます。さっき一番大変なのは耳と言いましたが、本当に大変だったのはギガトンボールの柄です。詳しくは前回の動画をご覧いただきたいんですが、ギガトンボールに書かれた全ての模様を解明してデータ化、それを機械でカットしました。見えにくいですが全部綺麗にカット線が入っています。本体の下地を作っていきましょう。模型用のサーフェイサー、いわゆるグレーサフというやつですね。これは悪い例で地べたに並べてしまったので側面がうまく塗れていません。正しくはこうです。いや勉強になりますね。
こうすることで表面の傷やへこみが見えやすくなるので、パテやヤスリで処理して滑らかにしていきます。前回ハイパーボールを作る時にこの辺うまくできなかったんですね。そしたらしっかりヤスリがけしてパテも使ったのに木目はっきり残っちゃいまして、せっかくメタリックに塗装したのにちょっともったいなかったなぁと反省しております。なので今回はバッチリ念入りに鳴らしました。耳にも同様の処理をしておきました。レジンが薄くで割れたので手動レジン積層もう2回ぐらいやってます。さっき残った半球も耳塗装用アイテムとして大活躍しました。ってことでこれで下準備完了です。お待たせしました。塗装。今回はカラフルなスーパーボールやハイパーボールと違って全部グレースケールで塗り分けます。具体的には4色の塗り分けなんですが、光の当たり具合、今回で言えば艶消し仕上げをするので全体がワントーン明るく見えることになります。それを見越して実際に目指す色よりほんの少し濃いめの色を作り塗っていくことにしました。ちなみにこれはヘビーボールの上と映ってないんですが下も塗ったところです。ドキドキの1色目完了。この時点で耳を取り付けます。こちらも設計図から角度を割り出し、超アナログ手法で耳の位置を確定させます。後から気づいたんですが、耳ってベルトと煙突の中間にあるんですよね。難しいことやって位置間違います。過去の自分何も知らないでマスキングをしています。耳の位置ちげえから。まあこういう失敗もクラフトあるあるですよね。いい経験になりました。勉強。マスキングが済んだので塗装の邪魔にならないよう一旦耳を外します。ここからはボールによって塗装の順番が変わります。まずはヘビーボールの上ですね。一番濃いグレーを拭きます。映ってないんですがヘビー下もこの一番濃いグレーを拭いてあります。さて上ですが、2色目っていつも緊張します。例えるなら服着たままプール入るような感じですかね。本当にいいの？後戻りできないよって感じです。塗装が終わったらラインの内側をさらにマスキングします。隙間をテープで隠して、どうしても曲面にシートを貼るので隙間ができやすいですね。慎重にマスキングします。あとこの部分色違うの知らなかったんですよね。現行のヘビーボールとデザインが違ってなかなか面白いです。ヘビーボール3色目ラストです。結構明るめのグレーに見えますがどうでしょうね。早速剥がします。そういえば本当はヘビーボールってモンスターボールよりちょっと大きいんですよね。ただ今回は材料の問題や並べた時の統一感を中して剥げとる。塗装が薄すぎたのかもしれません。やっちまいました。反対側はやっぱり剥げとる。ここはほとんど耳で隠れちゃうんで後で筆で修正しようと思います。中央も同様に剥げちゃったんですけど、とりあえずヘビーボール上は完成です。お次はメガトンボール。まず下の方を塗ります。ヘビーとメガトンは配色が逆になっていて、ヘビーのメインカラーであるちょっと薄めのグレー単体でこちらは塗り上げます。濃いグレーが上に来ているので確かにヘビーより重そうに見えますよね。でメガトンの上ですが、濃いめのグレーをさっき拭いておきました。そしてここにシンボルマークって言っていいのかな、中心に一つだけマスキングします。これ前回の動画で話したんですが、多分中央とか中心展示で銀河団、もしかしたらアルセウスとかもあるかもしれないですけど、そういうのを表す文字であると推察できます。っていうかそもそもこれ文字なんだなーっていうね、最近までただのマークだと思ってたんですけど。でこれを剥がしてみると、わー綺麗、いいですね、大成功です。あと1色目の後にマスキングしたラインの部分を剥がしてみます。こちらもいいですね。やっぱり塗膜はある程度厚くないと脆いですよね。勉強。メガトンボール上完成。で今1色目を塗っておいたギガトンボールの上下についにマスキングを施していきます。位置の確認をするためにボールのベルトを仮止めしました。
ベルトの製作工程は別の動画にありますので、そちらもぜひご覧ください。ここではそのベルトと耳の周りのラインを手がかりに何度も貼っては剥がしを繰り返して位置決めしていきます。実はこの文字シート、ボールに対してほんのちょっと大きいんです。予備で小さめに出力した方を使ってるんですけど、それでもまだ大きくて、まあしょうがない。現物よりちょっと模様がギチギチしちゃってるのはご愛嬌ということでね。耳のことは一旦忘れて均等になるように貼っていきます。最後に不要な部分を切り取って、これで上の方はマスキング完了。ここから下に移ります。上下ともそうなんですが、模様は2段に分かれていて、円周の大きい方は8個、小さい方は6個なんですよね。それぞれ一周均等に振り分けるとして、意外とバランスを整えるのが難しいんです。ゲーム画面なんかを参考にして細かく調整をしながら貼っていきます。大変ですが、この作業が一番楽しかったですね。余計な部分をカットして完了。模様は合わせてないんですけど、こんな感じです。イメージすでに見栄えすごい。ギガトンボール3色目の塗装です。ここちょっと不安だったんですよね。何がというと、色の濃さです。地の色と今塗っている色をそんなに変わらないように見えますよね。ギガトンボールって光の具合で模様がぼんやり浮き出るようなイメージだと思うんです。それをなんとか表現するために模様と地をかなり近い色で塗り分けたかったんですけど、どうでしょう、うまくいくかな。もう一つ、メガトンボールとお揃いのマークをおでこにマスキングします。あんまり密着してなくて不安なんですが、これも個人的こだわりなんですが、このマークを一番初めにマスキングして以降ずっとその上に塗装を重ねるという手もありました。でもそうするとメインのマークがへこんで見えるというか、印象が薄くなっちゃう気がして、最後に吹き付けることにしました。ということで、いよいよマスキング剥がしていきます。一気にいきますよ。まずはおでこのマーク。コントラストパキッとしてますね。次は耳のリングと文字。ちょうどいい色合い、いいんじゃないでしょうか。今回全部で4色のグレーを使うとお話ししましたが、ギガトンでは全てのグレーが入るので、かなり見栄えがすると思います。この色味の調整が結構大変だったんですが、やっぱり文字と字のコントラストが一番気を使いましたね。あまりはっきりと色の差が出ると多分安っぽくなってしまうので、いい具合に優しいコントラストが出てほっとしております。さっき中断してしまった話なんですが、実はヘビーボール系って他のボールよりちょっと大きいんですよね。ただ今回は材料の問題であったり、並べた時の収まりの良さを優先してレギュラーサイズで制作いたしました。決して忘れていたわけじゃありませんよ。剥がし作業も終盤ですね。剥がれないようにかなりしっかり貼り付けたので、取るのもなかなか骨が折れます。手芸用の針なんかでなんとか浮かして剥がします。終わった。ちなみに今合わせてみるとこんな感じ。達成感。息つく暇なく今度は耳の塗装いきます。耳は全部濃いグレーなんですが、メガトンとギガトンには例のマークをマスキングします。で、塗装。ヘビーは黒いグレー一色で終わりです。あとの2種類には濃いめのグレーを下に吹いてあるので、ギガトンと同じ模様の感じになる予定です。ささっとマスキングも剥がしちゃいましょう。ちょうどいい色味。耳の塗装完成しました。もう塗装は終わりなので、剥げてしまった部分の修正も行っておきます。こんな感じで仕上がりました。まだ完成じゃないんですよ。ここに艶消しのトップコートをかけていきます。今回使ったのはミスターホビーシリーズの艶消しタイプ。半艶と迷ったんですが、これでも割と艶が残ります。見比べてみるとだいぶ印象変わりましたね。もちろんアフターが左です。明らかに重厚感が出ました。こりゃいいぜ。ってなわけで本体にもガンガンかけていきましょう。出来上がったものがこちら。どうでしょう。でもよくわかりませんよね。じゃあビフォーと見比べます。どうぞ。ちょっと色味とかフォーカスが一定じゃないんですけど、質感がかなり変わったの分かりますよね。
なんとなく残っていた傷や色ムラなんかもうまく隠れて、全体が滑らかに重々しくなりました。イメージ通りです。ここからは合体作業に移ります。まずはじめに本体にベルトパーツを取り付けていきます。このベルトは最初にモンスターボールを製作した時の型をそのまま使って複製しました。もうこれは二度と作れないと思います。複製といっても多少のばらつきはあるので、ボングリのサイズ感とぴったり合う組み合わせを探っていきます。それでもサイズが合わないものにはベルトを縮めて対応します。ボングリはね、生ものですからね。ではベルトに接着剤をつけていざ合体。1回でも失敗すると接着剤の跡とか残っちゃうんで、かなり緊張します。 OK かな。 OK です。今度は正面から。いいですね。続いて耳。ラインの中にうまい具合に収まりました。ついでに煙突もつけちゃいます。こちらも完了。ついに来ました、最終合体。これ何回やってもマジで緊張します。2液混合タイプの超速乾接着剤をかなりしっかり塗りたくります。そして合体。合体完了。仕上げに長板パーツを取り付けます。これはアルミの丸棒に筋彫りしたものを接着剤でつけてアイアン風塗装しています。最後にもう一度塗装ハゲなんかを確認して、ついに完成です。いかがでしたでしょうか。こうやって並べてみるとやっぱり重厚感があっていいですね。模様や配色にこだわったので個人的にも満足しています。さて、調査隊の皆様ならご存知かと思いますが、ボールってまだ種類ありますよね。ということで引き続き製造隊ボールの製造をいたします。そちらも公開されましたらぜひご覧になってください。
また私ポチ、普段はスチームパンクのクラフトなどを行っておりますので、そちらも覗いていただけると嬉しいです。それでは最後までお付き合いありがとうございました。あなたに旅の幸運を。